今年2025年はガンダムウィング30周年ということで、新たな展開が企画されているということが明かされていましたが、ついに新作のミュージックビデオが発表されました。そしてそれに合わせてアメリカでは現在ガンダムショーケースフィーチャリング30 years of ガンダムウィングのイベントが行われており、そちらでは新型ガンダムであるウィングガンダムゼロクロークドカスタムなどの情報なども明かされています。ということで今回は公開されたガンダムウィング新作情報をまとめて見ていきたいと思います。まず PV の方は楽曲は30周年版リズムエモーション。原作ファンが歓喜するオマージュが多数盛り込まれていましたね。内容全体としてはテレビ版、エンドレスワルツ版、敗者たちの栄光、そしてフローズンティアドロップまで当時を思わせる作画が現代版の超ハイクオリティで再現されていて興奮した方も多かったのではないでしょうか。そんなこちらの PV、最後にミッションアクセプティッドと表示されていることから、私は最初見た時にまさかフローズンティアドロップが映像化されるのではと思ったのですが、少し違うようです。アメリカのサンディアゴで行われているイベント及び英語版公式サイトの情報では、新たな漫画としてエンドレスワルツとフローズンティアドロップのギャップを埋める新作が展開されることが発表されています。さらに英語版公式サイトにはその漫画の内容の一部が先行公開されています。こちらの内容ではガンダムウィングポイントハーフプリベンター7という内容になっていて、ストーリー的にはエンドレスワルツでマリーメイヤの反乱を鎮圧した後の世界の物語が描かれています。そのためこの内容を踏まえると PV に登場している各シーンはこのポイントハーフプリベンター7の内容が含まれていると考えられそうです。ポイントハーフプリベンター7ではマリーメイヤの反乱が終わり、ガンダムが廃棄された後の世界でガンダムパイロットたちはそれぞれの人生を送る様子が描かれています。人を信じる道を選んだルーフェイはプリベンターレインに、リョウは漂う雲のようなプリベンタークラウドに、 CEO として会社経営を行うカトルはプリベンターサンドに、キャサリンたちとサーカス工業に戻ったトロはプリベンターサンダーに、そしてリリーナと共にいるヒーローはプリベンタースノーに、そしてエンドレスワルツの翌年アフターコロニー197年、ウーフェイとサリーは行方不明のあるアイテムを探していましたが見つからず、サンクキングダムにいたレディたちが早くこれを見つけなければ危険だと考え、プリベンターを招集しました。この招集地点が古きポイントハーフなので PV で全員が集まる場所なのかもしれません。またサンクキングダムのリリーナのもとにテロリストが来ているので、リリーナが再びさらわれる展開になっています。そのためここからフローズンティアドロップの物語につながっていくのだと思われます。フローズンティアドロップの序章として CD シナリオプリベンター5がありますが、内容的にはそちらの物語に近そうです。またサンディエゴのイベント内では PV に登場している新型機の名称や設定画がプレゼン内で公開されていて、ガンダムインフォでも新機体ウィングガンダムゼロクロークドカスタムという名称が公開されています。そのため PV 後半で登場する新機体はウィングゼロクロークドカスタム、デスサイズヘルクロークドカスタム、ヘビーアームズクロークドカスタム、サンドロッククロークドカスタム、アルトロンガンダムクロークドカスタムとなるようです。すべてのガンダムがマントを羽織ったようなデザインになっていて、一見フローズンティアドロップに登場する機体のようにも見えますが、名称から見てこれはフローズンティアドロップではなくポイントハーフプリベンター7の内容に準拠した機体と考えることもできそうです。ちなみにフローズンティアドロップのスノーホワイトは全身の見た目はプロトゼロに似ていて、羽はエンドレスワルツ版ウィングゼロのものに近い形状となっていることが示唆されていますが、ウィングゼロクロークドカスタムは色合いはスノーホワイトのような白基調ですが、前腕部の装甲がエンドレスワルツ版ウィングゼロと同じで、羽もエンドレスワルツ版ウィングゼロと似たデザインになっています。そのためマントの下はエンドレスワルツ版ウィングゼロに準拠していると考えられます。デスサイズヘルに関してはフローズンティアドロップでデスサイズヘルに相当する機体ワーロックはビームサイズを2つ両手に構えていますが、この PV に登場するデスサイズヘルクロークドカスタムはビームサイズが1本しかありません。そのためワーロックというよりもエンドレスワルツ版デスサイズヘルに近い形状だと伺えます。ただワーロックもデザインが公開されていないので、単にビームサイズを1本だけ持ったワーロックのように解釈することもできそうです。そして
デスサイズヘルクロークドカスタムと同時に一瞬映し出されたこの少年。見た目はデュオそのものに見えますが、服装から、これは、テレビ版やエンドレスワルツ版で登場するデュオではなく、フローズンティアドロップに登場するワーロックのパイロットで、ヒルデがデュオと名付けた少年だと思われます。次にサンドロッククロークドカスタムについてです。PV では、ビームマシンガンを2丁構えていて、背中には、サンドロックと同じヒートショーテルが見られます。しかし、アップされている顔を見てみると、マスク形状はシェヘラザードそのものです。ここで一つ考えられることとして、シェヘラザードのメインウェポンはアラビア風の短剣ジャンビーヤです。しかし、設定上、シェヘラザードは、試作機の段階では、ヒートショーテルを装備していて、再建造されてから、ジャンビーヤをメインウェポンにするように改修されています。そのため、PV に登場するサンドロッククロークドカスタムは、シェヘラザードの試作機にあたる機体だと考えられます。次にヘビーアームズについてです。PV では、エンドレスワルツ版ヘビーアームズが装備していたアーミーナイフを両手に2本持っています。しかし、メインウェポンであるガトリングは持っていません。フローズンティアドロップに登場したプロメテウスは、十字架のような形状した大型重機銃砲を持っていましたが、それを持っていません。こちらも、プロメテウスの試作機だと考えれば、まだ機銃砲を持っていない段階のプロメテウスがこのヘビーアームズクロークドカスタムだと考えることもできるのではないでしょうか。次にアルトロンガンダムに関してです。そもそもフローズンティアドロップではウーフェイはアルトロンに乗っておらず、上記としてはエピオンパイになります。しかしこの PV にいるのはアルトロンガンダムクロークドカスタムで、その隣にいる女性はロン・メイラン。この人物はテレビ版では出てきていませんが、ウーフェイの亡き妻になります。ロン・メイランは一族最強として自身をナタクと呼んでいて、当初メイランは一族のしきたりでウーフェイと結婚しただけなので、ウーフェイと性格が合わなかったのですが、徐々に分かり合って、イクもシェンロンガンダムを守って亡くなりました。そのため、ウーフェイは自分の愛機にメイランの魂が宿っているとしてナタクと呼ぶようになったという経緯があります。そんなロン・メイランが登場していた機体は、トールギスシロンと呼ばれる機体で、これは頭部が利用になったトールギスのようなデザインをしていますが、この機体、エンドレスワルツの小説版では、機体色が青だとされています。そのため、アルトロンガンダムクロークドカスタムは、カラーリング面に青色が取り込まれているのだと考えられそうです。そんな PV の内容ですが、これまでの内容を踏まえると、テレビ版からフローズンティアドロップまでのつながりと新作ポイントハーフトリベンター7までの様々な要素を感じられるようになっていることがわかります。まず冒頭に登場するのは、アニメ版のオープニングと同じくウィングゼロの起動シーン。このコンソールは、中央のゼロシステムのディスプレイや操縦桿は特に変更ないものの、周りの計器類の表示が変わっています。また、ヒーローの服装がフローズンティアドロップ版に変更されていることから、これは従来のウィングゼロではなく新型機だと思われます。起動時にはゼロシステムが起動し、エンドレスワルツでのウィングゼロ起動時のオマージュらしく、各種ボタンを押していく様子が描かれていました。エンドレスワルツでは、ヒーローはゼロシステムを起動しておらず、さらに、ボタン押しは、ウィングゼロの輸送機のブースターポッドを取り外す指令コマンドだったので、もし、この PV が、新作の流れに続くのであれば、これは新たなウィングゼロで、ゼロシステムを起動して出撃し、付属ブースターなどを切り離す演出の一部だと解釈することもできそうです。ただ、ガンダムウィングは、深く考えてはいけない作品なので、考えすぎかもしれません。タイトルロゴバックには、ウィングガンダムとゼロエンドレスワルツ版からのスノーホワイトのような機体が登場し、作品の流れがわかるようになっていました。テレビ版ゼロがいないのは、曲のテンポ上4機体目が入れにくかったから3機体に絞り、テレビ、エンドレスワルツ、フローズンティアドロップの3つを表しているのかもしれません。タイトル背景は、テレビ版前半機体から、デスサイズ、ヘビーアームズ、サンドロック、シェンロンの改修前デザインの機体が登場。ヒーローは、テレビ後期オープニングスタイルで、背景にはウィングガンダム。個人的には、最近の立体化映えするスラッとしたスタイルではなく、当時のテレビ版を感じられるごつめのデザインが、武骨な兵器感を出していて好きだったりします。デュオは、傷だらけで佇む様子。テレビでは、陽気なキャラでありながら、誰かさんのせいで、そんな役回りをさせられることも多かったデュオでしたが、現在の設定だと、デュオは、自分が育った教会が、
地球圏統一連合の攻撃で焼き討ちに遭い、おびただしい屍を見てきたという悲しき過去を持っていています。さらに、デュオという名前も、かつて出会った不老者のリーダー、ソロが、遺言で、死んでも、ずっと一緒にいるといったことから、自分の名前を二重奏を意味するデュオにしたという経緯があります。そのため、テレビ版ではあまり描かれなかった、奇跡というものを見たことがないデュオの悲しき過去を含めた演出になっているのではないでしょうか。カトルもデュオのように何かを悲しむ様子に見えますが、カトルの場合は豪邸の室内のようになっています。カトルは裕福な家柄とは逆に、特にフローズンティアドロップでは戦争で多くの命を奪ったことから自分は幸せになってはならないと考えるようになっているので、そういった自責の念を表しているのかもしれません。トロはサーカス興行中のようですが、叫ぶ様子も描かれていました。もともとクールのようで愛情深い人物ですが、このように激高するのは珍しいというか、初めてな感じがします。ポイントハーフプリベンター7での展開につながるのかもしれません。ウーフェイに関しては、驚くほどメイランをし、かつてのテレビ版でのウーフェイのポーズをメイランが撮っていたり、むしろ、ウーフェイがサブキャラに見えてくるほどの演出です。もしかしたら、テレビ版でウーフェイが撮っていたこのポーズは、実は、メイランの構えから来ているのかもしれません。そして、こちらのガンダムは、フェイス形状からテレビ版シェンロンガンダムだとわかります。これも、メイランが守った機体という思いから、アルトロンではなくシェンロンが描かれているのではないでしょうか。また、後半で映る墓標はメイランのものだと思われますが、新規映像では、ウーフェイのメイランにまつわる話が多く出てくるのかもしれません。前半の5人のガンダムパイロットが映し出された後、ドロシーが、早く戦争になれと言っていた学生時代の服装で登場。さらに、トレーズ、レディアン、そしてオズ時代のゼクスとノインが映し出され、その後に続けて、ガンダムパイロットの描写になっています。テレビ版で守ってきたはずのコロニーに見限られて、行き場を失ったガンダムパイロットたちが再び立ち上がる姿を表しているのではないでしょうか。トロワだけ叫んでいるのは、ちょっと違和感がありますが、きっと記憶を取り戻した時の表現なのかもしれません。ガンダムウィングは、いや、そうはならんやろがいくらでも存在する作品なので、細かく考えてはいけなさそうです。エンドレスワルツ版モビルスーツの演出は、たった一瞬でありながら圧倒的存在感を放っていて、全てが神がかっていました。場所はエンドレスワルツの舞台ブリュッセルでしょうか。地上戦でサーペント部隊と交戦するかのようなデスサイズヘル。地球への降下前に、マルチロックオンからのフローオープンアタックで敵を一掃するヘビーアームズ回。ちなみに、エンドレスワルツ版ヘビーアームズ回のフロントアーマーのミサイルは、もともと映画版では存在せず、ガンプラで追加された武装ですが、今回の PV ではきっちり再現されています。そして、スーパーバーニアの演出だけで、サンディエゴのイベントでは、現地の方から歓喜の声が巻き起こるトールニス。エンドレスワルツに準拠するのであればトールニス3のはずですが、トールニス1が登場しているあたり、もしかしたら、このパートは、ポイントハーフプリベンター7のストーリーで登場するのかもしれません。トールニス2は、トレーズが、1号機の予備パーツから組み上げた機体で、トールニス3は、小説版エンドレスワルツによると、トレーズが、ゼクスのために残した機体とされています。つまり、エンドレスワルツの後の世界ではトレーズがいないので、トールニス2やトールニス3が作られる理由がなくなるため、トールニス1が再建造されたと考えることもできそうです。ナタクに関しても、ブリュッセルの戦いの後で飛び出すシーンのようにも見えます。人々を信じる道を取ったウーフェイの前に、新たな敵が現れることを表現しているのかもしれません。サンドロックは変わらず物費ガン。物費ガンの効果音は、初代ガンダムから使われているものですが、物品ガンという名称はガンダムウィングで浸透し、サンドロックの代名詞的な言葉になりました。ちなみに、ショーテルの構えは、本来は逆向きが正しいようですが、かっこいいので気にしてはいけない。そしてピヨンも登場。こちらは、エンドレスワルツ版のデザインになっています。エンドレスワルツ版エピオンは、漫画、敗者たちの栄光に登場した機体で、テレビ版エピオンと同様の立ち位置ですが、各部の細かなデザインがテレビ版と異なっています。エピオンは、テレビ版の最後にゼクスと共に消えた後、フローズンティアドロップでは、ゼクスの QUL オネゲルに預けられており、最終的に火星のラナグリン共和国に渡りました。
パイロットはゼロシステムに残されたミリアルドの残留思念から生み出されたホログラフのゼクスなので、もし新作にこのエピオンが出るのであれば、エルブが預かっていたエピオンが修復されているという設定になるのかもしれません。後半ではテレビ版でヒーロが自殺しようとした砂浜へ降下。相変わらずパラシュートを開くのが遅すぎると突っ込みたくなりますが、ヒーロなので深く考えてはいけません。フローズンティアドロップ版の服装で現れていることから、こちらもポイントハーフプリベンター7での合流地点なのだと考えられそうです。ただ憎い演出なのが、一瞬ながらヒーロ以外の4人がさりげなくフローズンティアドロップの人物に置き換わっていました。一番左はゼクスとノインの息子ミル・ピースクラフトでしょうか。直前ではブーフェイがいたポジションで、ミルはブーフェイの弟子にあたる人物です。その右はプロワ・フォボス。キャスリンに鍛えられた人物で、プロワ・バートンと同じく名無しでしたが、フローズンティアドロップでは最終的にプロメテウスガンダムに登場しています。その右はカトル・ウード・ウィナー。カトルとかなり年の離れた妹です。フローズンティアドロップでは最終的にはサンドロック系列機シェヘラザードに登場しています。そして一番右はテレビ版デュオとヒルデの息子と思われる少年デュオ。名前が同じデュオ・マックスウェルなので、名前の呼び方に困る人物です。デスサイズ系列機ワーロックに登場しています。ここからフローズンティアドロップの映像につながっていて、ヒーロの像の中にリリーナのカプセルが眠っています。フローズンティアドロップではナノマシンで人類を虐殺できるパーフェクトピースプログラムの起動にリリーナが必要で、リリーナがそれを防ぐため人工冬眠用冷凍カプセルで眠りにつきました。これこそがこのカプセルなのだと思われます。また次に移るのがアビンドウ。ヒーロの父親です。自分が父親だとはヒーロに伝えず、生きる術を教え込んでおり、感情のままに行動することの重要さを伝えた人物です。子供のヒーロがさりげなくリオの人形を持っているあたり、人形を使って兵器の特性を教えていたのかもしれません。その後に登場する5機のガンダムはマントを羽織る姿からフローズンティアドロップのモビルスーツたちのようにも思えますが、前述の武装構成などからフローズンティアドロップに登場する機体のプロトタイプの可能性もあります。最後に登場するのはゼクスの仮面をつけた人物とミリアルドですが、仮面の人物はミリアルドとノインの間に生まれた双子の姉ナイナ・ピースクラフトかもしれません。フローズンティアドロップではデュオのように同じ名前の人物が複数登場して難解なところもあるので、映像ではエンドレスワルツとフローズンティアドロップの間を埋めるポイントハーフプリベンター7の内容が描かれそうな気もしますが、次の情報公開を楽しみにしたいですね。ちなみにポイントハーフプリベンター7でモビルスーツが出てくると、エンドレスワルツで最後にその後の歴史の中でガンダムを含むモビルスーツという兵器の存在は二度とその姿を表すことはなかったと語られているので、モビルスーツが出てくるのがおかしいという解釈もできますが、マントを羽織り人々の記憶にガンダムだと残らないようにしてモビルスーツを倒してしまえば歴史に残らないので大丈夫なのではないでしょうか。ということで、新規ミュージックビデオと最新情報からわかるガンダムウィングの新物語解説考察でした。個人的にはクロークドカスタムのデザインと映像の内容がとても楽しみな本作。皆様の期待していることもぜひ教えていただけたら嬉しいです。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。